さて今日はこの Zhiyun の Webuild3 を皆さんに紹介していければなと思うんですけど、実はねこの Webuild3 は発表のタイミングで最大のライバルである、DJI の RS3 と丸かぶりしちゃってですね、でRS3 が今回、めちゃくちゃ新機能がてんこ盛りだったので、話題性っていうところで言うと、若干その影に隠れちゃったんじゃないかなって SNS を見てても感じたりしていて、で実際ね僕も今ジンバルを買うんだったら、DJI の RS3 一択だろうと、思ってたんですけど、でここ1ヶ月ほどねこの Webuild3 を使って、正直その考えはねやっぱ変わりましたね。やっぱ使ってみないとわからないっていうこともありますよね。今この動画を見てる人であれば、すでにね RS3 のレビューをどこかで見たことがあるっていう人がほとんどだと思うので、この動画では Webuild3 の特徴をしっかり紹介しつつ、最後に RS3 と Webuild3、それぞれどっちがおすすめなんだっていうところをね、話していきたいなというふうに思います。じゃあやっていきましょう。はい、じゃあまずね価格からなんですけど、今回 Webuild3 は2パターンから選べて、で1つがベーシックパックっていう、本体とこのミニ三脚がついてくる、バージョンのものが、66,000円からとなってて、でもう一つ、コンボパックっていうのが、アクセサリーとか、カバンがついてきて、それがね77,000円となってます。でアクセサリーについてはちょっと後で話すんですけど、よいしょ、このカバン、これこのジンバル用のカバンなんですけど、もう多分画面から見切れてるよね。これはどうなんですか？ちょっとでかすぎはしないですかね、Zhiyunさんでも作りはすごいしっかりしてます。でこの Webuild3 はZhiyun の、ジンバルラインナップの中でも、主にねミラーレスカメラと組み合わせて使うっていうことを想定したジンバルとなっているんですけど、ソニーの α7 シリーズといった、フルサイズミラーレスだったり、あとはね APS-C 機でも、今回ね僕が使っていた、こっちのね9時の XH2S といったね、少し大きめの APS-C のカメラと組み合わせるのが、ベストマッチかなっていう気はしてます。でそれより小型の APS-C を使っている場合であれば、正直ねちょっとパワーを持て余すかなって気もするので、僕も以前レビューをした、これより一回り小さい、こういったクレーン M2S と組み合わせて使った方が、旅行とかにね持っていくのには、すごくコンパクトでいいんじゃないかななんて思います。最大積載重量は公式ではね明言されていなくて、でネットで見た情報なんですけど、それだと3キロぐらいまではいけるなんていう、記事も見たりしたんですけど、感覚としてはねそのくらいだったら全然いけちゃうんじゃないかななんて思います。で今回ね僕が使っていたこの組み合わせが、大体ね重さが 1.3 キロっていう構成なんですけど、結構これで激しく動き回りながら撮影しても、全く問題はなかったです。で今回使ったズームレンズがインナーズームレンズじゃなくて、こうやってね倍率を変えると重心が微妙に変わっちゃうんですけど、モーターのパワーのおかげで、倍率を変えてもバランスを取り直すって必要はなかったです。ただ70-200といった、こういった望遠レンズと組み合わせるってなってくると、パワー的には十分いけそうな感じはしたんですけど、ただねジンバルのこの後ろの部分、ここにバランスを取った時にアイカップとかがぶつかっちゃって、干渉しちゃうんですよね。なんでちょっとねこういった望遠ズームと組み合わせて使うのは難しいかななんて思いました。重量が約 1.1 キロとかなり軽くて、でねさらにサイズもカメラバッグに収納ができる、大体ね大きさ的にはA4 サイズぐらいに収まるコンパクトな形状になってます。Webuild シリーズといえば特徴的だったのがその形状だったんですけど、今回ねこの Webuild3 は見てもらった通り割とね標準的なジンバルの形状になってます。この下の部分が平らになっていて、でカメラを載せなければ、こんな感じでね、スタンドなしで置けちゃったりするんですけれども、カメラを載せた場合はですね、必ず、こういったねミニ三脚、これをね使って置くっていうことをお勧めします。じゃないとね結構ね安定性っていうところで言うと、これだけだと厳しいかなと思います。ジンバルをこうやってひっくり返して使う場合、ここがねしっかりと引っかかって落とさないし、握力全然いらないんですよ。ちょっとしたローアングルなんかをもう即座に撮りたいなんていう時は、もうジンバルぐんとひっくり返してこうやって撮るみたいなのも非常にね使い勝手が良くておすすめです。以前のこの形状だとこのミニ三脚が、トップハンドルと
こういったね、三脚と、一人二役を担ってくれていたので、持ち運びがコンパクトに収まって好きだったんですけど、トップハンドルの、角度を変えられないっていうデメリットもあったんですよ。で、そこがね、WeeBill3 のコンボパックについてくる、このスリンググリップを使うことで解消されていて、で、ここのね、ネジを回すことによって、角度もつけることができるので、撮影時に操作しやすい角度に変えられるようになりました。さらにこの持ち手の部分、引っ張るとこうやって伸縮性もあるのでで、さらにこの持ち手の部分をこうやって引っ張ってあげると、伸縮性もあるので、それぞれね持ちやすい、と思う、スタイルに微調整することもできます。DJI の、ジンバルについてくるこのハンドル、これはねちょっとねつけっぱなしのままだと、カメラバッグには収まらないので、いちいちこう毎回取り外して持ち運ばなきゃいけないんですけど、で WeeBill3 だとこんな感じでコンパクトに収まるので、これであれば、僕が普段使ってるようなピークデザインのバックパックとかにも、簡単に収めて持ち運ぶこともできます。コンボパックにはトップハンドルと一緒にもう一つついてくるのがこのねリストレストなんですけど、でこれはねこんな感じでつけてあげると、こうジンバルをこう前に倒して支えなきゃいけないみたいなタイミングでこの腕にかかる負担っていうのをすごく軽減してくれるようになってます。すごく腕に負担が少なく撮影することができて、映像も安定するんじゃないかな。スリンググリップとリストレストを組み合わせて使うことによって、そのない場合に比べると約ね 40% も腕にかかる負担を軽減してくれるって、公式サイトには書いてあったんですけど、40% かどうかはちょっとわからないんですけど、確かに使ってみるとその効果は実感することができます。手持ちのジンバルの先駆け企業として、歴史あるジーユンは、その辺はねちゃんとこう使う側の、目線でしっかり設計してるなっていうのがねやっぱりね使ってて感じることができました。最近のジーユンのジンバルにはライトとマイクっていうのがこのジンバル内に組み込まれてたりするんですよ。でライトはこんな感じでバンと結構なね光量が出ます。モデルさんとかを多少暗い場所で撮影するなんていう時にもしっかりとちゃんと顔とかをね明るく照らしてくれます。ただシネマチックな撮影で使うかっていうと、そういったケースではもっとねこうやっぱりちゃんとした照明を焚いて雰囲気をね出したかったりするんで、これを使うっていうのは正直厳しいかなっていう気はするんですけど、ただ実際にね世の中にある動画撮影の仕事って、シネマチックな雰囲気がこう求められるっていうよりかは、どっちかっていうとそのモデルさんとかをしっかりとこうちゃんとね暗くならないように照らすような、例えばこうハウトゥー系のなんか動画だったりだとか、PR 系の動画とか、そういったね仕事が圧倒的に多いかなと思いますし、あとね実際こうフリーランスの人ってワンオペでこうやってね撮影すると、ジンバルを持ちながら片手で照明を持つなんてそれはまず無理なので、こういったライトはいざという時、そういったねお仕事をされている方にとっては重宝するんじゃないかななんて思います。でマイクに関しては正直これはねカメラのマイクよりは多少いいかなっていう程度なので、実際使うかっていうと正直微妙かなとは思いました。ジンバルにこうカメラ乗せちゃうとこの上にねマイクをつけるっていうのは難しくなるので、そういった場合はちょっとね無線で飛ばせるようなマイクだったりだとか、あとね外付けレコーダーでピンマイクとかね使って撮った方がいいんじゃないかななんて思います。WeeBill3 はメニューがねこう非常にシンプルでタッチスクリーンでもないんですよ。操作は基本的に全部物理ボタンでするんですけど、実際ねこれがねやっぱ小さいこうスクリーンでこう反応がいまいちなこうタッチスクリーンで操作するっていうよりかは、個人的にはこういった形の方が操作しやすいかなと思います。でそれ以外のボタン類も非常にねこう押しやすい位置に来てるかなと思っていて、で特にねこのジョイスティック、これがね普通のジンバルであればこうジンバルのこうセンターにあったりするんですけど、これがこうグリップをこうやって握った時に自然に親指が来るところにしっかりとねジョイスティックがあるので、これはね操作はしやすいかなと思いました。カメラを載せるプレートは2段構造になっていて、ベースプレートがマンフロットのタイプのものになっていて、でその上にこういった独自のクイックリリースプレートがついてて、バッテリーとかをね交換しようと思った時には、こうやってすぐよいしょ
戻すことができるので、こう再度ねバランスを取り直すなんていう必要がないので非常に便利なんですけど、このクイックリリースプレート自体、こっち側ですね。こっち自体は、アルカスイスだったりとかマンフロットと互換性があるわけでもないので、アルカスイスで私は全部揃えてるよなんていう方は、ここにね、アルカスイスのホルダーなんかをつけて、それで運用してあげてもいいんじゃないかなと思います。バッテリーはフル充電で最大21時間っていう、驚異的なね、この連続稼働時間を誇るので、多分ね、2、3日の撮影とかであれば、一度の充電でね、全然持っちゃうかななんて思います。急速充電にも対応しているので、それを使うと、大体ね、2時間ぐらいで、そのフル充電することができるので、本当バッテリーに関して言えば、何一つこう文句つけるところはないかなと思いました。はい、というわけで、Weevil 3のね、特徴をいろいろ見てきたんですけれども、最後に冒頭でも言った通り、この最大のライバルである DJI の RS3 と比べて、どうかっていうと、正直に言うとね、今回のこの Weevil 3、ぶっちゃけかなり地味っちゃ地味なんですよ。確かにね、RS3 は別売りなんだけど、映像トランスミッターだったりだとか、あとはね、こうグリップをこう分離して、ジンバルをこう車とかにね、マウントできるとか、そういった拡張性があったり、ハリウッドの映画の現場ですら、全然活躍するとは思います。ただ現実は世の中の多くのクリエイターは、僕も含め限られた予算の中で、ワンオペで撮影をしてると思うんですよ。そういったケースだと Weevil 3っていうのは、非常にシンプルながら、撮影の負荷を軽減してくれるような、作りだったりだとか、あとはやっぱライトとかですよね。ああいうのがすごく使い勝手がいいんじゃないかなと思いました。なので、そんな一見シンプルで地味に思える機能が、実はね、より多くのクリエイターの現場では非常に重要だったりするんじゃないかなっていうのは、今回ね、改めて使ってみて思いました。誤解しないでほしいのが、DJI の RS3 が決して悪いって言ってるわけではないです。重要なのは、自分の仕事に必要な道具を選ぶということなので、今日の動画を見て、その自分のスタイルでは、この Weevil 3と、RS3、どっちが向いているのかっていう、判断の参考になればいいかななんて思います。はい、というわけで、本日の動画は以上となります。今日の動画の中でちょこちょこ僕がこれを使ってたビハインド・ザ・シーンが出てきてたかと思うんですけど、このタイミングではあの時撮影してたねシネマティック的な映像が上がってるかどうかわかんないんですけど、上がってたら、多分この辺にリンクが出てると思います。上がってなかったらもうすぐ公開されると思うので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、というわけで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ピース。